はい、ナインダストリーズの福島です。今回からパフォーマンスバガーを作ろうということで、エピソード1はハンドル交換をしていきます。で、とりあえずノーマルでちょっとだけ乗りました。ハンドルが低いっていうところで、めっちゃ乗りやすいは乗りやすいんですけど、ちょっと気合が入んないかなみたいなところがあるんで、ハンドル上げていきます。で、純正乗って思ったのは、このカウルついてるくせにすっげえ軽いっていうところで、感動しました。はい、なんで、このいいバイクだと思うんで、これをさらに良くする、パフォーマンスに振っていくっていうのをやってみたいと思います。で、今回使うパーツたちです。で、HX10 年前ぐらいから、こういうハンドルじゃなくて、ライザーをカウルの外に出して、生やすっていうのが、ちょいちょい流行り始めてて、で、当時めっちゃそれかっけえなと思ってたんで、今回もちょっとそういうパーツを選んでみました。で、ライザーといえばクラウスということで、クラウスのパーツを選びました。で、こんな感じで、これクラウスの代表的なライザーですけど、これが外側について、これを使って外側について、で、モニターを避けるために、普通のバーじゃなくて、ちょっと曲がってるようなハンドルをつけます。で、あとこいつの特徴は、少し向きを変えられるっていう、ポジションを変えられるっていうところで、実際つけて見てみましょう。あともう一個、この24年の HX からグリップの適合が変わったんで、今あんま選択肢がなくて、本当は ODI、よくこのクラウスのライザーに合わせるグリップですけど、これにつけたかったんだけど、まだ適合がないということで、アレンネスから出てたんで、とりあえずこれにしてみます。はい。では行ってみましょう。で、今回作業の手伝いをしていただくロアのタイトさんです。よろしくお願いします。お願いします。もうやってるけど。タイトさんはディーラーでメカニックずっとやってたんですよね。はい、何年ぐらいでしたっけ？8年ぐらいですね。8年ぐらい。で、最近独立をして、今ロアっていうショップをやってます。この ST も、タイトさんに組んでもらって、非常に信頼しているお方です。整備性はいいです。やっぱ年々良くなってますね。2010年になる前のインジェクションのシリーズはもう最悪だったんで、整備性が。もうカウル外すの本当2人がかりとかが当たり前だったんですけど、今は全然1人で外せちゃうんで改善はされてますね。いい整備性も。こんだけのカウルがついてたこの軽さってすごいっす。いや、そうですね。なんでカウル自体が軽いっていうこと。いや、でもインナーフェアリング全部外すと、インナーフェアリング持つと分かるんですけど、すごい重いんですよ。だどうしてこんなに軽いのか。圧倒的ロードグライドの方が軽いはずなのに、正直乗り比べると差がないっていうところが HX のいいところ。バランスが考えられてます。この間セレクテッドの社長と西岡社長と一緒にデイトナに行ってきて、そこでパフォーマンスバガーをめっちゃ見て、で、パフォーマンスバガーが今完全に、アメリカでは来てるというところなんで、パフォーマンスバガーっつったらこんな感じだよねっていうバイクにしたいなと思ってます。パフォーマンスバガーといえば 2-in-1 のマフラーが入ってて、ハンドルが高めで、フロントとリアのサスをやってますみたいな状態。エアクリも今とりあえずアレネスつけてるんですけど、なんかちょっといい感じのにつけて、で、交換して、ハイカム交換して、ハイカム入れて、チューニング。バガーといえばやっぱり走りに振ったバガーっていう感じだと思うんで、スピードももちろん出るし、で、スピード出す分ちゃんと止まれるし、あとショック周りもしっかりしてるっていうところが重要かなと思います。そしたらカプラー抜きますね。パフォーマンスバガーっ
って基本 TR で作ることが多いですね。バガーレースとかで走ってるレーサーも全部 TR だと思うんですけど、なんで HX にしたかっていうと、単純にTR がいっぱいあるからっていう。で、同じような TR 作ってもしょうがないかなっていうところで HX にしてみたっていう感じです。デートナで見たパフォーマンスバガーのショーとかも、HX 多分なかったから全部 TR で作ってたかなと思います。なんで、HX でやるとこうなるっていうのを作ってみたいなっていう感じですね。あと、10年前にこの業界入ったんですけど、その当時すごい優しくしてくれた、仲良くしてくれた先輩がキャブの HX 乗ってて、でそれがクソかっこよくて、もちろん自分がまだ全然ハーレー知らない時だったんで、なんか HX っていうか、ツアラーってこうなんかおじさんが乗るものみたいなイメージがあったんですけど、その人まだ40ぐらいだったんだけど、すげえかっこよく HX 乗ってたんで、その印象もあって、なんかこう HX って自分の中で特別な車両みたいなのがありました。ちょうど10年経つんで、その時から。その10年経った時に自分で HX を思う存分カスタムするみたいなのは、なんかいいかなみたいな感じです。充電ケーブルもあるという感じ。ただこいつは使えなくなります。これがここについてるカバーなんですけど、こいつをこうバコッと生やすために、邪魔なんですね。これを切ってくれっていうことを書いてありますね。結構ちゃんと丁寧にガイドもついてますね。ツーリングモードやな、このフレームが太いんで、ここにいろいろ置けるからいいんですよね。この時点でもかっこいいですね。モニターは基本ハンドコントロールで全部できるから、見えりゃいいっしょ。高いさえ狭いんだよな。こうっすね。こうなるっす。軽いっすね、アルミはやっぱ。一回マシンめっちゃ軽いっす。ちなみにここにこんなブッシュが入ってるのはクラウスだけですよね、多分。そうですね。で、これが振動を軽減するこれは他にないですね。ためのものですね。で、このライザーはどの車種用にも出てますからね。すでにかっこいいんだよ。ちょいとポジションもだからここの角度とかけるここの角度、すげえ人に合わせられるってことですね。みんな普通のハンドルってライザーブッシュのところしかも軽減させることって何もできないけど、やっぱこういう分割してるからこそ間にもそうやって入れて、そういうことですね。多分より乗りやすくなってる。振動を軽減するブッシュがここにも入ってますね。だからこことここっていう。あとこのボルトがもうめちゃめちゃかっこいいね。ボルトはかっこいいです。この本数も本数がね大事ですよ。クラッチワイヤーを先につけちゃいます。この今 M8 から途中から変えれるようになったんで、ここをばらさなくてもクラッチワイヤーが長くできるっていう。整備性と部品台もやっぱりこのワイヤーになってから長いのよりもこの短いやつの方が安いんで、いいこと尽くしですね。これは調整できる幅が大きいから結構悩みそうではありますね。乗りながらどんどん自分なりに自分好みにしていくみたいな楽しみ方もあると。
これ全然違うっすね。起こして絞った方が多分乗りやすいですよね。あ、そうそれでこっちがこういう動き方するんだ。そうですね。最初にここの調整ですね。これがあって、その後今度は両サイドをこういう感じで調整できますと。なんでかなり調整幅がありますね。左ちょい絞りたいですね。これ今ここからの角度めっちゃかっこいいっすよ。いいな、そのハンドル。そのぐらいがいいっすね。上から見た感じもかっこいいっす。やっぱ平行だとどうしても手が疲れちゃうし、ハンドル切るともうこう遠くなっちゃうんで、ちょっと自分の方に来てる方がかっこいい。めっちゃいいっす。これはなんかやる気出ますよね。はい、終了です。いい感じですね。いや、いいっすね。好み角度で、はい、誰が乗っても好きな角度で一番いい位置で乗れるっていう、まあ乗れない人がほぼほぼいないようなハンドルなんで、自分好みにいつでも調整できるのがいいハンドルっすね。やっぱこの純正残しつつやっぱりさりげなく出てる感じが俺は結構好きっすね、自分は。ちょうどいいスマートに出てて、コックピット感も出てる感じするし、OK ですね。そうで、ここが使えなくなったからサンディエゴのバーバックをつけられるんじゃないかって思って、これでトレーなくなった問題は解決じゃない？はい、っていうことでハンドル交換終了しました。ちょっと心配してたモニターの視認性、全く問題ないと。相当かっこよくなったんじゃないですかね。とりあえずこんな感じで、ハンドルとシートですね。ポジションをまずは自分好みにしようというところで完了です。次はマフラーとハイカムと、チューニングをやっていきたいと思います。それでは。